皆の衆、AI 君に絵を描かせておるかね。ふむふむ、ばっちりとな。ゆうき。今回は何をするの？ 1回目の動画で導入方法、2回目の動画で遊んでみた。3回目はそんなに大したことではないけど、ちょっと便利に使う方法と AI の作った画像を少し紹介します。では1つ目です。起動の簡略化。前回紹介した方法で起動できるけど面倒でしょう。実行するところはコマンドだとしてもそれまでの作業を省きたいよね。確かにやらなくていいならやりたくないわね。じゃあ楽にしましょう。最終的にどうするかというと、デスクトップアイコンをダブルクリックすると画像生成コマンドを打てる直前まで準備されるという感じにします。まずいつもと同じ手順で実行するプログラムのところまで行ってください。今回は左クリックで起動はせずに、ここで右クリックを押してください。そうするとコンテキストメニューが開きます。その他を選ぶと追加のメニューが開きますので、ファイルの場所を開くを選択。ショートカットが入ったディレクトリが開いたわ。そうです。このような画面は出てきましたでしょうか。ではこのアナコンダパワーシェルプロンプトをデスクトップにコピーしてください。デスクトップにコピーしました。で、コピーしたショートカットアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが開いたらプロパティを押します。プロパティが開いたわね。はい、そしたらリンク先という中に記載してあるテキストをメモ帳などに貼り付けてください。直接修正しても良いのですが見にくいので間違えやすいです。このように追記してください。シングルコートとダブルコートの間です。頭のセミコロンも含めてくださいね。前のコマンドの続きを書くために必要です。文字列が完成したらメモ帳で1行コピーして元のリンク先を消して貼り付けを行いまるっと書き換えてください。そしたら OK を押して保存しましょう。あとはそのショートカットから起動したら準備万端な状態になっているのね。そうです。うまく設定できていればコマンド実行直前の状態で起動します。最後にショートカットの名前をステーブルディフュージョンにしておくと分かりやすいでしょう。さてお次ね。確かに条件を追加していくと1回生成に30分以上かかることがあるわね。1回ずつ待ってから次を入力するのは時間を無駄にしがちなのよね。その通り。ちょっとご飯食べていたり席を外している間にも働いていてほしいよね。自動化は凝り出すといろいろできたりするんだけど、このやり方で適切かどうかは別として簡単な方法を考えました。では行きます。 Windows のエクスプローラでステーブルディフュージョン配下に移動してください。ディレクトリの適当なところを右クリックし、コンテキストメニューを開き、新規作成からテキストドキュメントを選択してください。とりあえず空のテキストファイルを2ファイル作成お願いします。さて、2つのファイルの名前を変更してください。1番目は何でも良いです。私はオートドットシェルという名前にしました。あまりアナコンダ環境を理解していませんが、拡張子は何でも良いようです。2番目のファイルは一旦固定でリストドットテキストでお願いします。変えたい人は後からどうぞ。じゃあ中身を書いていこう。これだけちょっと面倒だけど頑張って。とは言っても4行目の Python の流は普段実行しているコマンドをコピーすると楽ね。そうだね。連続実行でキーワードを可変させたいのでスペースプロンプトの後ろだけ注意してね。これはリストドットテキストを読み込み1行ずつ大文字のラインに代入して繰り返し Python の行を実行しています。ここまでの流れでわかりますね。こちらにキーワードに入る文字列書いておくのね。つらい。最初は2行や3行の少なめで問題ないかお試しください。あと特殊記号がないかチェックは忘れずに。アウトプットのディレクトリ名に利用できないからエラーしちゃいますね。さて、ここまでできたら勝利です。レッツゴー。 SH スペースオートドットシェル。リストから1行ずつキーワードが読み込まれて実行されるはずです。これリストを大量に書いちゃって途中でリスト修正したいときやパソコンをシャットダウンしたいとき、自動実行はどうやって止めればいいのかな？正しい止め方を知りません。私はコントロールプラス C を連打や
長押ししてます。連続で動いてしまうので、しばらく押しまくります。細けいことはいいんだよ。まあ、そうね。これで連続実行ができるわけね。条件次第で1回に30分以上かかるから便利だわ。とはいえ、機械にも連続で負荷がかかります。熱も上がりますので、部屋を冷やしつつ、いたわりの気持ちで頑張ってもらいましょう。うら100分連続実行じゃ。いたわりの気持ちとは一体。そんな感じで今回の内容は終わりです。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。おまけ。